ちは。今回は愛知発ヴィーナスライン1泊の旅の記録をお届けします。道の駅どんぐりの里を起点にヴィーナスラインを目指し、道中の美味しい食事や美しい景色に癒される旅です。宿はライダーのお財布に優しい白樺湖の宿泊施設まほろば。お土産やこの地方の名産のきのこや漬物、地ビールです。それでは本編をお楽しみください。朝8時ごろ、どんぐりの里稲部を出発します。この日は連休後の金曜日でライダーの数は少なく、少しの寂しさを感じながらの出発です。今日は153号線で飯田市まで走り、途中能面道路を通り田切の里杖突峠で休憩してヴィーナスラインに向かう予定です。平日の153号線は交通量が少なく、豊田市付近に在住であれば下道でのヴィーナスラインツーリングも良い選択肢だと思います。サマハラ峠を越えて飯田市に向かいます。しかしサマハラと読むのですね。カンバラだと思っていました。お気に入りのスーパーのピアです。クリアリンゴの蜂蜜が売っていて、どれも特徴があり美味しいです。能面道路沿いにはたくさんの果樹畑があり、リンゴの直売などがあります。この時期のリンゴはとても歯触りが良く好きです。153号線に戻り田切の里へ向かっていきます。途中河原では大きな工事をしていましたが、何の工事でしょうか。少し休憩していきましょう。先はまだまだ長いです。どんぐりの里からはおよそ2時間程度でした。甘さが控えめのチーズのクリームを挟んだシフォンケーキです。美味しいですよ。小腹も満たされたので出発します。私がヴィーナスラインに向かう際はこちら側のルートを通るか、飯田市街に入ってすぐ天竜川を越えて向かうことが多いです。その場合は道の駅豊岡マルシェによることをお勧めします。様々な種類のリンゴがあり、見たことのないような種類もあります。富方小学校前で右折します。しばらく住宅地を走行するので注意しましょう。突き当たりで右、左と曲がれば152号線に合流できます。長野といえばハッピードリンクショップですね。ランダムで出てくるボタンがあり、ワクワクさせてくれます。杖突峠が近づいてきました。よく聞いたら歓声を上げてました。ちょっと恥ずかしいですね。到着です。昼食は峠の茶屋風清庵でそばを食べます。何度も通ってますが、実は初めてです。杖付きそばセットにしました。私は田舎そばの方が好きですね。この後ヴィーナスラインに行くので、景色はほどほどにして出発です。
諏訪市に入り、目的地が近づきます。今日は天気がいいので期待が高まります。今朝は給油せずに出発してきたので、この辺りで給油をしていきたいと思います。そろそろ疲れてきたので再び休憩を挟みます。立ち寄るのは道の駅ヴィーナスライン立科湖です。立科アイスでコーヒーフロートを飲みながら休憩し、エイトピークスブリューイングでビールのお土産を購入します。立科湖でくつろぐひとときはとてもゆっくりと穏やかに流れていきます。エイトピークスブリューイングでのお土産は動画の最後でご紹介します。どれもおすすめの一本です。最高のワインディングの始まりです。日常を忘れて楽しみましょう。ヴィーナスラインでは至る所に絶景が待っています。こういった場所にじっくりと立ち寄ることができるのもソロツーリングの醍醐味ですね。白樺湖を越え美しが原を目指します。この先に待つ絶景とワインディングに心が躍ります。一つ目のお気に入りの場所、三峯峠です。ここでおすすめなのは標高1750メートルで食べるジンギスカンです。今日は少し景色を眺め、お土産のキノコの塩漬けを購入し、先に進みます。標高が上がり、先ほどとはまた違った顔を見せてくれます。いよいよ美しが原に到着です。今日はどんな景色を楽しませてくれるでしょうか。道の駅美ヶ原高原です。ある種ライダーの聖地のような場所だと感じています。展望テラスに登ると目の前に広がるのは標高2000メートルから眺める北アルプス群です。まあ今日は見えるのは雲海というか雲ですね。これはこれで OK です。今日は泊まりなので景色を眺めながら少しゆっくりと過ごしていきましょう。先ほど驚くことがあったのですが、今朝どんぐりの里で見かけたライダーさんたちを再び見かけました。影が伸び始め日没が近づいてきます。名残惜しいですが宿のチェックインもあるので下り始めます。伸びる影と夕暮れのすすきの原、沈んでいく太陽を眺めながら走るヴィーナスラインもまた魅力的です。富士見台でタイムラプスで夕景から星空を撮影している方が見えました。とても素敵な絵が撮れるのでしょう。機会があれば
ぜひ見せていただきたいですね。本日の宿、プチホテルまほろばです。チェックインだけ済ませて少し散歩がてら夕食に向かいます。夕食はレストランモンテローサでいただきました。歩いて行ける距離で夜まで営業しているお店は少ないのでとてもありがたいです。入浴はスズランの湯が休業しているのでまほろばの浴場を利用しました。管理人さん曰く来年の4月頃には再開するのではないかとのことでした。まほろばの魅力はレトロな外観と内装、そして何よりも宿泊費の安さです。この日は1泊2800円でした。寝る前に撮影機材について相談させてください。ツーリング時には OMD-EM5 とタクマ 50mm F1.4 を使っています。見た目も良く軽いためとても気に入っているカメラですが、何かおすすめのミラーレスがあればご紹介いただきたいです。朝になりました。この日は私を含め4人のライダーが宿泊していて、少しお話をした後出発をしました。同じ愛知から見えている方、東京、愛媛の方でした。それだけ魅力があるスポットということですね。今日は八島湿原霧ヶ峰の景色を眺め帰路に着きたいと思います。車山形駐車場にバイクを止め少し散策をします。これからハイキングをされる方や景色を楽しまれている方が大勢見えました。ここの景色は私がヴィーナスラインが好きになった理由の一つです。早朝のひんやりとした空気とこの景色に感動を覚えました。少し移動してここは八島湿原です。今日は散策せず景色を眺めるだけです。こちらも大変美しい景色が楽しめます。霧ヶ峰ヴィーナスに移動して朝食にじゃがバターときのこ汁を食べ帰路に着きます。霧ヶ峰ではグライダーの滑走路があり、運が良ければ飛び立つ瞬間を見ることができます。この日も滑走路では離陸の準備をしていて、飛び立つところを眺めたい気持ちもありますが、帰路に着きます。今回の旅の最後のお土産に信濃路で漬物を購入し愛知を目指します。この日の昼食は飯田市まで移動し、カレーの大原屋でどっちもカレーをいただきました。今回の旅ではライダーの聖地でゆっくりと過ごし、心と体の休息が得られました。これからの季節、最高のワインディングと景色を楽しめるヴィーナスライン、訪れてみてはいかがでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画まで。さようなら。